RC 東郷。こんにちは、ドスロボです。こんにちは、アディクションのかけです。はい。来ましたね。来ました。ついに。こちらは愛知県の東郷に来ましたね。で、なんで今日来たのかという話なんですよ。前回ちょっと8年ぐらい前に来させてもらって、はい、シャーシのね、作品を持ってきて、これ試作品なんですって持ってきたんですけど、そこで8年前ちゃうやんけって突っ込まんと。いや、関西人だったらここで何言ってんねんって言わなあかんのかなって。そうですよ。8ヶ月前やんけとか。まずその試作品を持ってきたんですけど、今回は金型製作が終わりまして。本当ですか。製品版を持ってこさせていただきました。ということでちょっと皆さん見てください。これなんですけど、これはねボディですね。はい。でこの中身ですね。あれこれって最近出た。そうです。最近出た80スープラのあれ幅がリアルなやつ。そうです。リアルなやつです。180幅ですね。リアルはねかっこいいですよね。かっこいいかっこいい。データのまんまなんでそのまんまの80スーパーなんですけど、今日はこれはとりあえず置いといて。中身が重要だと。はい。こちらでございます。こちら。名前は RX01 でございます。これをね RX0 って言ってしまうとねいろんなことがあるんでね。ああ、なるほど。ゼロはまずいだろう。ゼロはまずいのかやっぱり。はい、RX01 でございます。ちょっとねシルバーのところのパーツは試作なんでうちが勝手にセッティング上でシルバーのやつ使ってるだけなんですけど、本当は黒ですね。なるほど。RX01 だとフェネックスの次だでかけ X ぐらいかな。そんな感じだね。そうだね。あいつは全部 RX0 なんでね。はい、それを今ねガンダムの話はどうでもいいんで、このシャーシの話をしましょう。はい。コンセプトとしましては、とにかくリアル。とにかく車。なるほど。とにかく楽しい。それをコンセプトに作らさせていただいております。何がどないやねんって言われてしまうと、このビデオを見ている世のお母さんたちは何も分かりません。はみたいなおもちゃやんけ、何を言ったんねんこいつは。まあそうなっちゃうね。だけど見てくれてるおじさんたちは分かると思うんですけど、まあもう見てくれ的にまずラジエーター俺やん。なるほど。ここ2個つけれるんだね。ツイン掛けしてます。なんでこれボディからチラ見してくれてもかっこいいと思います。でまあこういったところはもちろんそうなんですけども、上から見てもらうと FR レイアウトですね。FR レイアウト。フロントモーターなんですよ。フロントモーターここがあってね。でこれギアダウン。そうです。ギアダウンしております。でセンターシャフトがドライブシャフトがいて、ここにデフがいます。デフのここを映してもらってるついでにもういきなりリアから話しちゃいますと、シャーシにはないメンバーがいてるんですよ。今までラジコンカーってメンバーというものは存在しなかったんですね。サスブロックでしょうね今まででしたら。それをうちは実車同様メンバーにしてます。これ多分見てる方は気づくと思うんでしょうけど S13180 部屋帯のメンバーにそっくりなんですよ。あ、この辺が。はい。すげえ。メンバーやんみたいな。でこの中にしっかりデフがいてます。デフももちろんこれ全部専用品なので一から全部金型を起こして作ったんですけど、デフもかなりちっちゃいです。ちゃんとメンバーの中に挟み込んであって、その中にデフギアがちゃんといてます。なるほど。デフは正味ソリッドなんですけど、リングギアとこのベベルギアなんですけど、前回見した時と何が違うかというと、中身全部金属になってます。じゃあもう強度的にもバッチリだね。標準で金属になっちゃったんですよ。なので標準で金属になってもお値段据え置き。すげえ。ウェイ。そこはね気合入れへんと気合の問題なんで。普通大体ねこういうのって製品版で樹脂のやつばっかだもんね。樹脂のやつばっかなんですけどね、そこはもう金型をあえてもう金属にしてしまおうと。そうすることによってもうお客さんも安心して踏んでいけるでしょうということだったんで、もうじゃあもうやめと何ぼかかります、まあ寝ない飲んでないもうみたいな。そこでもうこうやったら本当はオプションで設定したら2、3千で売れるもんなんですけど、入れてまえって。入れてまえ。すごいね。男気半端ないね。でフロント周りこれですね、特徴的なの。これもラジコン界で言ったらドリフトラジコンで言ったはずです。ストラット方式。おお、すげえ。ちゃんとストラット方式なので、今まではサスアームの方にダンパーがついてて、ダンパーステーというものがいたんですけども、取っ払ってまえと。なるほど、すごい。実車そんなんおらんしっていう。だったらもうストラット構造を取ってですね、ストローク問題があったんですよ。これだけ動くんですよ。うわ、すげえ。でもそれはここにつけた方が動きますよねってなるんですけど、
実車そんなに動かんしねまあ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 動いてないので、まあまあまあ、はい、この間でタイヤハウスの中でしっかり動くっていうのがうん当然セオリーなんですけど、うんラジコンカーってあれタイヤハウス突き抜けちゃうんですよね、うんあんだけ動いてるとうん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 そんなことないので実車により近づけれるようにしたんです、すごいね。これさ、こんだけ切れ角あるんだよ。そうなんですよ。これ1800幅ですよ。ストラットでこんだけ切れるってすごいなと思ってね。はい、やっぱストラットにしたら恩恵なんですよこれも。うんうんでストラットにすると切れ角確保するのが難しいよねって皆さんちくはくするんですけども、なんでって言ったらダンパーのこの付け根がうん固定されちゃうんでストラットだとなるほど。動かないんですよ、うんそれをあえてちゃんとここのボール化することによって、うんダンパーが自由にこうやって動いてくれるのであ、本当だ。すげえ。これこうやってでこうやって見る。うわこれでわかる？動いてんの。ちゃんと邪魔しないんですよ、すごい。今ちゃんと固定してあるっていうそれを考えたんですね。何に感動しちゃった。何に感動したんですかこれもだから試作目1個目2個目3個目っていろいろだったんですけど、うんもう薄くうん強度の、うん。全部詰めて何回も作り直したんですけど、あ、すごい。それにすることによってしっかり動いて、なおかつ切れ角確保できるという、やばいね。あとこのダンパーすごい細いじゃんね。もうやっぱだってダンパーでかすぎるでしょ、ね。それはダンパー大きければ大きいほどショック吸収していただけて、うんビッグボアであったりとかは、うんもちろん全く否定はしないんです、ええものももちろんいいでしょうけども、いるビッグボア。ビッグいるまあ、まあこれに関してはねうんいらんよねっていうことで僕は割り切って、うんじゃあ10分の1サイズにしてしまいましょう。なるほど。ここにでかいのったらちょっとテンション下がるじゃないですか。まあそうですよね。テンション下がるってなる、まあじゃあダンパ作り直さなあかんけどいいのうんって言ったら、いや気合の問題なのでダンパ作り直しましょうと。なるほど。でもこれでもしっかりちっちゃくてでもダンパーちゃんとしててですね、ちゃんと動くもんねこれ。はい、ここツインナットになってるんですよちゃんと。そうなんですよね。なので今まではオーリング入っててこう回す時にうっとしかったじゃないですか、うんうっとしいですケースごと回ってまうとか、うんうんこれちゃんと指かかってキュッて緩めてもらえたらうんロック解除して、うんでくるくるくるってまたキュッてやったら、うん。手でいけるんです。これおじさん油が止まらないやつだね。まあとにかくそういったうんちょっと実写ルックにうん。こだわって、うん実写の構造をいかに理解して人間でこうやっていこうというコンセプトで動いてはいるんです。なるほど。なんでまあずっとじゃあ順番的にこう真ん中行くとここでホイールベース変えれるんですね。おここなんです。こことここね。うん。でそれもうんちゃんと段々になってるので、大丈夫大丈夫。なんならここに段々がついてるんで、ホイールベースの変更がむちゃくちゃ簡単なんですよ。すごいねこれ。ここでホイールベースがいくつからいくつまでいけるんでしたっけ？ 240から280までいける。なんやったらこれがマルチリンクなんで、うん。このリンクの長さ変えるとここも動くんですよ。あ、そっかそっか。なんでもっと細かく調整できるんです。うん。ここはだいたい2ミリ3ミリ間で動くんですけど、ここでもう一つ0.5ミリ詰めたかったら詰めれるし、なるほど。いくらでここねも詰めます。ちゃんと団子穴になってんのかなこれ。そう団子になってます。これ団子20兄弟。 20キロになりますね。はい大変だよ。なんで利点としたらサスブロック悩まなくていい、うんでアッカーいじらなくていいんですよ。おお、なるほど。今までだとサスブロックいじったりとかアッカーいじったりとかで、うん。ダンパーのねこう付け根位置、まあササーの付け根位置を変えてしまうと、アッカー変わったりなんかするんですけど、あ、みんないじってますよね。ここだけで変わるんであ、そうだよ何も変えられなくね。ないんですよ。あ、それはいいよ。変わるとしたらこのドライブシャフトだけを、うん。 S13 シルビア用とか、うん15用シルビア用とか出てくるんで、うんそれだけ買い替えてもらえればあホイールベース変えれるんですよ。なるほど。なんでこの幅は無限大になるんです、これ後々 M シャーシ出す時はこの板だけ出すだけなんですよ。あ、そうだよね。これ板だけ出すと M シャーシ用なんですよ。すげえ、何でもできるじゃん。なんでもできるんです。なんでここスカスカで作ってます、幅に関してもいくらでもできるんですよ。ここの幅はうんカラーで長さネジの長さ変えればどんどんダンパー横に行きますね、ん。そうするとここにカラー入れたら幅なんていくらでもできるんですよ。これで今180の幅でこんなに切れてるんですよ。すごいよね。これをうちの90スープラとかの198とか入れると、うん。もっと切れる。だよね。もうほぼ90で切れてるんです。うわ、すげえ。今一度作ってるんですけどそれで。だからここでキャンバー角も変えれるし、うん。おじさんたちキャンバーいろいろ調整する時面倒くさかったらカラーでやったらいいです。おお。 1ミリカラー入れたらもうキャンバー何度変わるよ。わかりますよね。なんでもう煩わしいことはなくしましょうねっていう。うん。で煩わしいことといえばリア周り。リア周り。はいはい。これマルチリンクなんですよ。そうなんですよね。これね。このマルチリンクがまたね、うんちょっと煩わしいんでしょうけど、これはもうセッティング幅を無限に設けてます。ここがセッティング幅の肝になってくると思うんでしょうけど、バンプインバンプアウトもいろんな車 A アームしましょうとかなんかしますけど、はいはい。こいつこの付け根うん。裏と思って変えるだけでバンプインバンプアウト変えれます。はいはいはい。こっち上に組んでもらえれば、うんちゃんとうんバンプインします。うん。下で組むとバンプインしないんです。む。平行になるんです。だから H アームと A アームの両方いいとこ取り。
なるほど。両方からいきます。トーインとアウト、うんキャスタースキッド角までいじれるようにここわざと段つけてるんですよ。ここにもゼロにしてないんですよ。ああはい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 。マイナス方向とかに触れるようになってるので、うん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 このスキッド角もうん自由に調整できるのここマイナス方向まで行くように、うんうんうんすごい最初の試作品はフラットで作ってたんですけど、うんそうするとどんどん下に下がっちゃってたんで、うんうんそれをもっとこうできるようにしようぜって言ってて、なるほど。そこをマイナス方向に持っていったんです。だから前回と違ってここはマイナス方向に持っていくようになった。すごい。あとはカラー入れてくれればいいですよみたいな、カラー300円なんで買ってくださいみたいな、無限セッティング編。でこれメンバーがそのままズボってはまってるだけなんで、うんこことここと上の2本で止まってるだけなんですよ、メンバーが、うん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 そうすると固定してるもんだと何ってこのダンパーだけです。うんネジ4本緩めてダンパーパチンって取ると、うんこれ全部折ります、ゴソってすげえ。整備性ぐっちゃ楽なんですよ。うんデフ交換5分です。デフ交換したい時にここパカッて分かるだけなんで、うんまたネジ4本緩めたらここなるほど。全部パカンって真っ二つに割れるんで、すごいなデフ交換したい時は、5分で交換できます。5分っていうのが肝で、ほぼほぼ全部のところをだいたい5分で作業できるように組んであるんですよ。はあすごいねミッションもこれもここネジ2本緩めてもらって、うんここちょっとフリーにして、うんこれ全部取るとガルウィングみたいなバカって開くんですよ。ミッション取れます、そのままズボってモーターごと。これまた5分です。だからモーター交換とかええめっちゃ簡単だし、えミッションもしブローしても、えうんミッションブローした時はうんこうガルウィングバカってやって、このプレートを2本緩めるとうんミッション取れるんですよ。ギアだけ整備性すげえ入れ替えるだけパポンって、そうするとそれも5分なんですよ。なるほど。すごいね。ナックルとかこの辺も大体5分でできるようになってます。すごい。で肝なのはネジの長さ全部統一してるんです。全部 3×10 とか、まあ 3×8 か10か今悩んでるんですけど、全部統一してしまおうと。おっさんらもう見えないんで僕たちも見えないんです。そんな長さこう維持言われても。なんでここの長さ全部メインどころは全部一緒です。ボタンビスオンリー。シャンシーに皿穴加工やめたんですよ。だってメンバーおる時点で皿穴加工する必要がないんですよ。あそっかそっか。もうそれ以上シャンシーないから、ね横とここだけなので、うんじゃあボタンビスで全部統一化しよう、うんそうするとコストダウンできるんですよ。あそっか。右も左もないんでこれあそうだよね。はうんプレートも表もないんですよ、うん二次加工なくなるんですよ。そこでガーンってコストダウンできたんで、ネジの長さも全部統一だみたいなしたら、そのねこれ斜めの加工ねそうするだけでもこれ何本穴開けなあかんのっていう感じだもんね。じゃあそこでシャーシの値段がトコッと上がっちゃうのを嫌だったんで、うんじゃあもう全部もう共通でいいや。あこれはすごいわ。まあまあ面倒くさいアホなやつ出てきたら勝手に皿の格好せえやみたいなしても何それみたいなそこ絶対当たれへんしなって思うんやけど、うんでもいそうだね。はいでもいそうでしょ俺皿の格好してるみたいなあいるいるいる絶対いる。でそれはそれで楽しみじゃないですかその人よくやったねみたいなことになるので、そういったことができます。なるほど。はいいいよねなんでここもナックルも二分割になってるし、ちゃんとこれ横からなんかナックルのねこれ二分割になってるんですよ。ってことはこの位置も変えれるんですよ。あそういうことね。あすごいね。それで内側にもっと持っていきたい時、もっと箱スカとかこれから出てきた時の幅うん。にも対応できるし、内側にどんどんもできるんです。すげえ。外側はどんどん足広げてくれたらいいです。すげえ。そんなんも全然できるので、でここのドラシャだけは今までと共通にしてるんですよ。じゃあ各メーカーいっぱい出てるじゃないですか。長い棒に関したらうん。短いのはないですけど、な長いのはいくらでもあるので、うんそれ使ってねみたいな。なるほど。はすげえい。。でさっきの続きですけど、これネジ4本でこれ取れます。うん。ホーシングがあるんですよ。ホーシング AE86 好きな人ここ多いでしょ。あいっぱいいますよね。ホーシングはもうまんまいつだできてるんで。それオプションで出るってやつ？です。それガポンってつけるだけです。うんはい、AE86 完成。やばいねまんま AE86 です。やばいね。ホーシングに関したらガチ AE86 なんで、うんなんでかって僕86乗ってるんで、はい 3D スキャンしようぜみたいな、わーいって 3D スキャンして、はいそれ作ろうみたいな。なるほど。なんでそれ専用でちゃんと出ます。なるそれも今作ってます。ほど。楽しみだね。そうするとドラシャとホーシングボンって入れたら終わりなんですよ。お前ホーシング作っといてもらってね。そうするともうちゃんとここからラテラルロード出るんですよ。これラテラルロードつける穴なんですよ。そうなんだ。はね。ラテラルロードの土台がパコンとついてこう出てるんですよちゃんと。そうするとラテラルロードがここから出るんで。すげえ。そこまで考いっえたのぱい考えてです。これ5年考えたんですよ。5年考えて、ねとにかくいろいろできるでしょっつって。ね。でも5年間の考えた中に、うんいかに簡単に作っていかに値段を安くして、うんいかに実写っぽく作るけど実写じゃないっていうのにしてあるんですよ。それなぜかというとオプションパーツでどんどん実写のパーツ出てきます。クスコの足回りつくんですよ。まんまの形作ったって。DMAX の足回りもつくんですよ。
まんまの形を作って、それを今自社のメーカーさんとどんどんタイアップして、本当にタワーバー一つにしても、じゃあここにブリッジのタワーバー出ましたよとか、クスコのタワーバー出ましたよとかできるので、すごいかっこいいじゃないですか。最終どうなんのって言ったら、これフレームがね鉄板になるんですよ。モノコックフレームなんです。もう13のモノコックフレームまんまなんで、じゃあもうこれ13シルビアやんってなっちゃうんですけど、まあそれはね後々どんどん出てきますから、10年待ってください皆さんこれ発売してから10年同じ車で遊べるようにしたんで、10年間ワクワクさせようというコンセプトです。だから5年考えた。10年間絶対いろいろ出すぞって思って10年分パーツ考えてあるんですよ今。まあ普通にやりたいことをやってたら10年じゃ足りんかっただけなんですけど、単純に10年遊べますよねっていうすごいわ。コンセプト。そこまで考えてるんだ。でタイヤホイール15インチから20インチまで全部出てくるし、すごい。ボディも13ノーマルとか180ノーマルフェンダーが欲しかったんですよ。40代50代の方、峠で走ってた時にアホみたいなフェンダーつけてなかったでしょ。つけてない、なかった。フェンダーなんてなかったですもん。ノーマルフェンダー17インチ車高ベタベタでしょやっぱり。で5本スポーク、じゃあいろいろ出すもんあるじゃないですか。なのでタイヤホイールもね、うちがちゃんとパターンつけて、でホイールメーカーとタイアップして、まんまのデータでいくんで、パッと見た時にラジコンどうしてもデフォルメしちゃうんで、19.5インチとかになっちゃうんですよ。そうするとスポークが短かったり太かったり、なんか浅かったり深かったり、逆にいやそれするとホイールってこんなんでしたっけってなっちゃうんですね、僕からしたら。全部幅みんな一緒やし、いや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 、じゃあ17インチやったら235やんねみたいな、7.5J でしょみたいな、それを2552まで引っ張ればええやんとか、なんで引っ張りたいもちゃんと作って全部やるようにしてます。とことんこれをこのカテゴリーを本当にスケールカテゴリーとしてもらっていれば、まあコンペにお疲れになったおじさんたちが多いと思うんですよね。もう僕ターゲットはおじさんなんですよ。僕がおじさんだから。なんでそのコンペでみんなで遊ぼうよと。イベントやったってもうね、丸2日ぶっ通して200人ぐらい集めて、もうみんなでなんか喋っとるだけやんこのイベントみたいなのにしたいんですよ。大会同行じゃなくて。でもそういったイベントをこれから考えていきますし、オプションパーツはもう山ほどあるので、考えていることはいっぱいあります。これはもうマニアは本当いいかもしれないね。そうでしょ。だってその自分の例えば乗ってた車が細部にこだわってできるっていうのがね、出てくるんです。今ねちょっと聞いて感動しちゃったね。うちはもともとボディ屋だったので、ボディ屋になっちゃったって言えば言い方はあれなんですけど、ボディにとことんこだわっているメーカーがシャンシ作っちゃったらこうなっちゃったっていうコンセプトなんですね。なんであくまでボディが大事。そのボディを乗せるためにこの車を作る上で、じゃあこうした方がええやんっていうのでできたわけなんですよ。みんなよかったね、ラジコン業界に筧さんがいて。いや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 、やっぱりねこういう狂った人がいないとね、こういうの狂ってるんですよ多分。出てこないんだよ。バカなんですよ多分。でこれが定価37,800円ですよ。バカ安じゃん。37,800円。もうなんかね6万円とか7万円とかつけてもいいじゃんって言われるんですけど、ところがどっこいそれは家計業所バカだから、従業員いないしうち、愛ちゃんしかいないし、だったらもう37,800円でいいじゃないかと。じゃあその37,800円で売るためにいっぱい考えて、とにかく安く金型掘っていろいろ考えて結果がこれなんですよ。なるほど。じゃあできてんみたいな。じゃあできたんやったらもうとことん行ってまえと。37,800円ですよ。安くないですか？安い。本当に安いと思う。でしょ？だったら面白いじゃないですか。ノーマルでこれですよ。車高調ちゃんとついてますよ。ダンパーもこれが元からついてます。パーツもある程度アルミも入ってます。モータープレートが元からアルミだし。本当すごいと思う。これ37,800円ってね、ありえんよ。でもあくまで歌い文句としてはコンペには勝てんかもよっていう。 FR レイアウトってかなり不利なんですよ、ぶっちゃけ。だから各社 MR であったりとかね、RR でっていうやつでやってはるでしょうけど、僕はもう速さが命じゃなくて動きが命なんですよね。これ実は後で乗ってもらったら分かるんですけど FR なんですよ本当に。アクセルオンでお尻が出る。カウンターもバカみたいなカウンターでなくて、しっかりコーナーでカウンターを抑えながら走るっていうことをすればすっげえ速いです。なるほど。バカみたいに切れるようにしたらそれは幅増やくしたらバカみたいに切れるんですけど、そうじゃなくてしっかり皆さんに操縦性を操るという楽しみを教えてほしいんです。こいつで楽じゃないですやっぱり。だけど乗ってて FR だね楽しいねって言ってくれるので皆さんで、ところがどっこい結構速いんです。
なんでそこそこ遊べるぞこれっていうようなコンセプトで、誰にも貸したいわけじゃないんですよ。僕はオンリーワンがいいんですよ。ナンバーワンじゃなくてオンリーワンがいいんですよ。っていうことで動いております。まあいろいろ FR 車っていうの出てるんだけども、やっぱトラクションがねちょっとね抜けちゃうんで、まあでもこれはなんか夢いっぱいみたいな。重量配分もめちゃめちゃ考えてます。本当に5対5ぐらいになるように考えてますし、これがね今もう動画で回ってるから言っときます。ミッション出ますよ。ミッション作ってるんですよ。バカでしょ。ミッション？はい。ちゃんと今ミッションのね模型とかも全部家にあって、全部見ながら考えたらできるなこれっつって、まあそもそもこれできるなって思って作ってたんで、なんでそうなるのって言ったらね、スペースないやんって思うでしょ。これバッテリーいなくなるんですよ将来。うちバッテリー出すんで、このバッテリーを常識を覆そうと思って、容量2000ぐらいにしたんですよ。でっかいんですよ今。30分走ってるおっさんいないっすわ。もう10分走ったら皆さんタバコ吸いに行ったでしょ。10分走ったらいいんですよ。もう5分でもええわみたいな、そうするとちっちゃくできるんですよ。それでいいんだったら、ちっちゃくするとどういうことができるかというと、最初からバッテリー作るんだったら燃料タンクの形したバッテリー出したらね、じゃあここに行くんですよ。それがこっちに行くんですよ。なくなるんですよここに。そうするとここにサーボ詰めるんですよ。この隙間なくなるんですよ。アンプここにおってサーボバッテリーここにおってミッション乗せれるようにしようっていう。でミッションもドグミッションにして3速までなったらいけるぞみたいな。マジ？いけるよねってクラッチ切れて。それがね今試作もちゃんとうちにあるんですよ。マジっすか？まあまだどこまでできるかわかんないですけどね。夢はそこです。すごいな。だから皆さんのプロポの親指でパーンパーンパーンってできてシフトダウンできるってバンバンバンっつって。それはねちょっと昨日すごいタムタム社長と熱弁してましたね。ラジコンってこれ動画で回していいのかな？いいですか？いいよ。ラジコンってキモいよねって僕思ってるんですよ。なんでキモいかわかります？おっさんたちが必死こいてラジコンしてるっていう。もうそれだけでもキモいのに。まあそこはね否定はしないですよね。ね、これもう正直というかもうバカなんで、炎上しようが何でもいいですよ。もう炎上上等なんで、もう僕が女の子ならパッとラジコンしてるとこにこれを見ずにやってるおっさんたち見た瞬間にこれですよ。やばい。あれがやばい。あれがやばい。まあでもね、もうなんならあれ映さないでほしい。もうラジコンばっか映してほしいのに、上見た瞬間あれはやばいなーっていう。絵的にまずいでしょ。別に別に、まあ確かに女子が見るとなるとちょっと話は別かもしれないね。女子が見るじゃなくて一般人ですよ。これはもう女子じゃないですよ。これそれ感覚おかしいんですよ。一般人ですよ。一般人が見るとわあおじさんたちがなんかすげえおもちゃで遊んでるっていう絵にしかならないんですよあれが。でもこれがe スポーツって話変わりますよね。変わります変わります。イエーイって言って壇上にあるコントローラーに皆さん乗り込んでいってバッてやる。あれなんですよ答えは。だったらプロポこれじゃなくて運転席でいいじゃないですか。あれになるべきなんですよ僕は。コースがあれが5台ぐらい並んでて皆さんがラジコンを持ってくるだけっていう。それでプロポはこのからないんですよ。なるほど。これごめんなさい。あくまでフィクションの話をしてます。未来の話をしてますけど、じゃあそれをコースに持っていけばコースではラジコンしかできなくて、その操縦座席はコースにしかないもんだから、そうするとコースは走行料金も高くなるの当然じゃないですか。そこに乗り込むっていう形なんですよ。その絵を写した時にじゃあラジコンしかいなくて、ね臭いものには蓋ができるんですよ。皆さんの。じゃあ皆さんもねもう見つめられてるのがなくなるんで、堂々とラジコンができるっていう。そうするとゲームの世界とまたこれ別なんで、リアルの世界になるので、ゲームをやりながら自分の車はリアルということができるようになる。僕はそこまで考えてます。素晴らしい。ビジョンが違うねやっぱり。だからもう筧島に皆さん一歩入れてください本当に。僕が成績になったらそれやりますって違うか。入れましょう。入れましょう。入れましょう。まあでもそれぐらいのことは今ずっと頭に考えております。どこまでできるかは僕にはちょっと想像もつかないんですけど、まず第一段階これ買ってくれ買ってくれ買ってくれ。はい。そんなことです。発売はだいたいもう来年になっちゃいますね。来年ですか。今年はちょっともう無理なんでちょっと春ぐらいになっちゃうんですよ。実際金型完成して実は完成した金型をもう一度見直しながらもう詰めてるんです。で今金型完成しちゃって量産入りますかってなったんですけど、量産に入る台数が多いんでもう年内絶対無理ですよって言われちゃったんですよ。だったらちょっともう一回金型今の間にガタであったり詰め直そうと。今でもガタないんですよ全然。全然ガタないんですよ。カッチリしてるんですけど、
もう一つサスアームの動きだったりとかちょっと気に食わないところがあったんで、ちょっとやり直しておいて、なるほど。他できることだけはもう量産どんどん入ってっていう形にしてるので、まあぶっちゃけまあ春先になっちゃいますね。まあ春先といってもこれなんて言ったらいいのかな、ちょっとこれだけこだわってると多分僕らはその日本のでね YouTube とか見てると日本だけしか頭ないと思うんですけど、これ世界で販売するんで、そうなんです。多分凄まじい数の注文が海外からも来るんで、多分最初これ予約しないと買えないです。絶対買えないです。初期ロット絶対無理初期ロットだよね。絶対無理です。うんもう初期ロットはもう多分本当に数が知れてるので、うんとはいえいっぱい作ってるんですけど、うんうちはちょっと予想より反してもう海外からわー言われてるので、まあなんで初回はご予約されてる方のみうんなんとか手に入れれるように私たち動いてます。なるほど。で従業員いないのでうちの会社、もう僕と愛ちゃんの2人だけなんですよ。なのにボディ毎月出してなるほど。パーツいっぱい出してやってはいるんですけど、まだまだ力が及ばないんです。なんで力及ばなくて大変申し訳ないんですけど、その中でしっかり一応動くことは動いておりますから、ご安心して使っていただけるように。素晴らしい。スペアパーツもね、うん全部ちゃんと作ってますから素晴らしい。はい、壊れても注文していただければ、お店さんに注文してください。そうすると2、3日で絶対届くようなシステム組んだんで、そうするとご安心して皆さんラジコン触れます。そうですよね。はいうんでパーツもべらぼうに高くなく、ちゃんとした僕はなるべく安く皆さんにお渡しできるように、うん作ります。でどうしてもこんなこと言ったらダメなんですけど、うちは2人なんでうん従業員いないから、その分の給料確保しなくていいんだったら安く出そうみたいな、大手さんとは大変だと思うんです。各メーカーさんいっぱいいらっしゃるので、まあねそれはもちろん皆さんめちゃくちゃ頑張ってめちゃめちゃ企業努力されてる中、僕は僕の中でできることがあるということを強みに生きているので、皆さんよかったらですね、興味持っていただけるので、RX01 のね案内をもうちょっとお待ちください。はい、そろそろ案内書を流します。わかりました。実はこんなパーツとかはね、うちどんどん出してるんですよ。実はボディのリアル系のパーツですね。これ全部 3D プリンターなんですよ。それをつけてもらえれば、はい、かなりクソリアルになるよっていう。この80スープラのパーツなんてこの間売ったんですけど、これドアノブとかミラーとかもこれパーツなんです。そうです。ちゃんとドア手かかるなって言うんですよ。指入るなって言うんですよ。すごい。ワイパーとかね。ワイパーもね折れないんですよ。へえ。素材もね結構いろんな素材いろいろ試したんですけど、これも折れないウイングなんですけど、今まではうん結構ねプリンター製だと折れちゃうんですよね。まあバッキバキバキバキですよね。うちのは実は使った方はご存知かもしれないですけど、実は割れないんですよ。うんこれぐらい曲がっちゃうんで、これね。うわすげえ。グリ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 、こんなん大丈夫。うわやば。これでプリンターなんですよ。ザラザラじゃないんですよ。結構ツルツル。いやこれびっくりしたのはさ、よくプリンターのやつって見てるんだけどザラザラなんだけど、これツルツルだもんね。やばいよいいの使ってるんですよ。多分。俺。はい。こういうね細かいパーツ、ドアノブとかウォッシャーノズルとかね、ワイパーももちろんこうやって大丈夫なんです。曲げても全然す取れごいよ。ないんで。綺麗だわとにかく見た目が。そういったものを2000円とかで実は販売してるので、各ボディどんどん出てきますから、これなんて画期的ですよ。ワイパーの中、ワイパーの中。この中、そこなんだ。そうなんですよ。これをここをわざとこんな風に切り抜いてる最近のボディ、うちの実はこうくり抜いてもらったら内側からこれはまるんですよ。かっこいい。そうするとここにワイパーがちゃんとついて、ここから生えたやつがちゃんと窓ガラスにちょんと折るというようなすごいね。 S14 用です。これ今度出るボディにこれぴったりはまるんですね。これ90スープラですね。90今更何で作ってんのって言ったら90スープラそれ今レイブ D さん出すし、それもつけれるよっていう。ああ今度の新しいやつ。そうです、このはい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 。あれにもぴったり。うちで90スープラはみんな合うんで、ハイケイドスープラもロケットバリーのスープラも全部これはまるんですよ。バチーンとはまってちょっとしか見えないですけどね。でもそのちょっとが大事じゃないですか。うちはそのちょっとがねこだわりなんでちょっとやってます。やっぱりこだわる人はちょっと動いて半端ないね。形でね、皆さんこれからも何卒よろしくお願いいたします。はいはい、ということで喋りましたね。喋りました。いつも華麗なトークをね僕聞いてるだけなんで、これカットしてなくて一回も噛んでませんから本当そうだよね。やり直さないというね。ここまで流暢な会話だとあんまりボケちゃいけないなっていうね。いやボケなさいよ。ボケなさいよ。はい、じゃあそんな感じですね。はい、皆さん長い間ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございま発表お待ちください。もうすぐです。はい、いろいろやってますので、やってるのはやってます。お仕事をしてます。毎日仕事しておりますので、
これからの応援の方よろしくお願いします。はいお願いします。すげえ。なるっしょ。